木屋町四条にあるカクテルバー。マジシャンでもあるフランス人バーテンダーが煙の中から浮かび上がらせたのは、桜をイメージしたカクテル。ベースとなるジンは京都で作られています。最初にジンを飲んで結構インパクトが結構あってびっくりした。細かい味あるのに結構ハーモニーがとってる。バーテンダーとしてはこの特別なジンってどういう風に遊んだらいいかなと思って。ジンの名は木の実。その作り手が今回の主人公、デイビッド・クロールさんと角田典子・クロールさん夫妻です。京都蒸留所。2016年に誕生した日本初のジン専門蒸留所です。ジンは大麦やジャガイモなどの穀物を発酵・蒸留して作るスピリッツに香りをつけた酒。17世紀にオランダで生まれたと言われ、マティーニやジントニックなどスタンダードカクテルのベースとして世界に広まりました。20年前からこのクラフトジンという時代になってて、でまずアメリカから規模のちっちゃい蒸留所がどんどん出てきまして、我々みたいなちっちゃいところでも今までのないスタイル、今までのない材料、今までのない作り方でいろいろ試してみることは可能ですね。ここでは米を原料としたまろやかなスピリッツに独自の香り付けをしています。香り付けに使う植物をボタニカルと呼びます。ジンに必ず使うボタニカルがジュニパーベリー。爽やかでスパイシーな香りが風味の骨格を作ります。ジュニパーベリーにヒノキチップなどを加え、米のスピリッツに漬け込んだものを蒸留。その後、伏見の良質な伏流水を加水してアルコール度数を下げます。ジュニパーベリーのほか、山椒や柚子、シソなど、主に京都産の素材をボタニカルとして10種類使っています。やっぱり京都の素材がやはり全て使用したかったっていうのは、伏見の水もあるし、宇治のお茶もあるし、綾部の柚子もあるし、使えるジンで使えるものいっぱいありますから、最高のもの。一般的なジン作りではボタニカルをまとめて1回で蒸留しますが、ここでは別々に蒸留した後ブレンドしています。ボタニカルの種類ごとに蒸留時間が異なります。ディスティラーは感覚を研ぎ澄まし、スチームの強弱を調整。コンピューターには置き換えることのできない職人技です。Ingredients like yuzu aren't really comparable to any other ingredients that are used in gins around the world. Kind of like a mixture between clementine and lemon, maybe some grapefruit. It's totally different. It's individual. It's unique. Things like sansho. I would not be able to describe sansho to people in the UK. Shiso is difficult to explain. All these ingredients that we use in Kinobi are unique. とりわけユニークなボタニカルが宇治茶の玉露。すがすがしい香りで京都らしさを演出しています。玉露は伝統的な覆い下栽培で育てられます。新芽が出る春頃に黒い覆いで日光を遮り、渋み成分のタンニンを抑えるのです。クロールさん夫妻、そしてスタッフは毎年この茶園で茶摘みを手伝っています。自分たちの手でやっぱり摘んでみるっていうことをしないと、心がその商品に入っていかないので、やはり自分たちだけで作ってるわけではないので、堀西弁さんのご協力のもとということなんですけれども、自分らでできる限り
やるということでですね。うちの父はよく言ってた、私はまだその域には達せないけども、父親はここへ毎日通って「あ、茶園が今日はもう摘んでくれって言うとるぞ」というようなことをね、毎年摘まれるとですね、今年の新芽は柔らかいなとかね、今年ちょっと硬い、触れなければやっぱりお茶のその柔らかさとかわからないと思うんですね。1980年代、ロンドンの金融業界で働いていた2人は結婚。その後、東京へ移住し、スコッチウイスキーの PR や様々な酒の輸出入に携わってきました。20年間ぐらい、他社さんのものを輸入して卸したんですから、やっぱりどうしても自分で作りたいという気持ちやったんですね、お互い。第二の人生ですね。挑戦したいっていう気持ちが強くなって、京都しか考えられなかったんです、歴史も文化もそうですね。やっぱり懐石とか割烹とか焼き物とか着物とか日本のすごい大事な文化が京都から始まったんですね。でそういう考え方がすごく大事ですね。少量を大事に作ること、できるだけいいものを作る文化は、我々はすごい褒めたんですね。やっぱり同じようなものを作ってみたいと思ってたんですから。2人は町屋に蒸留所を構える夢がありましたが、アルコール度数の高いジンの製造は町屋では認められず、南区吉祥院に設立。そして2016年10月、京都の風土に根ざした素材を使った日本初のクラフトジン、木の実を世に送り出します。それからおよそ2年、精力的にジンを作り続ける京都蒸留所の取り組みが海外で評価されます。イギリスで行われた世界的な酒の品評会で、木の実がジンのコンテンポラリー部門最高賞を、京都蒸留所がインターナショナルジンプロデューサーオブザイヤーをダブル受賞。その世界が認めた木の実のボトルデザインは、京都の匠が手がけていたのです。日本初のジン専門蒸留所、京都蒸留所。創業者のデイビッド・クロールさん、角田典子・クロールさん、そして10人のスタッフのチームワークにより、世界最高と評されるジンを作っています。黒いボトルにシンボリックな植物のデザインは京都の伝統模様。唐上市戸戸明彦さん。400年の歴史を持つ唐町の新しいブランド、キラ唐町をプロデュース。現代の生活に寄り添う唐上のあり方を追求しています。二条城や京都御所、桂離宮などの文化財を彩る唐町の版木。こうした遺産を室内装飾以外にも活かせないかと模索していた折、京都蒸留所からボトルデザインの依頼がありました。松竹梅唐草っていうその繁栄をね表す文様なんですけども、そこに一つボタニカルみたいなモチーフがあったんですね。それをデイビッドさんが気に入られて、文様自体は何かが良い流れが反映していくっていうその吉祥文でもあるんで、多くの人のね幸せに貢献できるようなデザインになればいいなと思って進めていったんですけども、季節の移ろい、美しさをこのお酒とともに感じてもらいたい。木の実はトトさんが命名しました。ジンは基本的にどこでも作れますね。水あればボタニカはあちこちから持ってきて、
どこでも作れます。でも我々が作りたかったものは違いますね。やっぱり京都がホームで、惣菜だけじゃなくて、その文様の唐上さんの文様もそうですね。京都しか作れないものです。食前酒、食後酒だけではなく、ビールや日本酒のように食中酒としてもジンを楽しんでほしい。新しい夢が広がります。家族で京都に移り住み、腰を据えてジン作りに取り組む京都蒸留所の創業者、デイビッド・クロールさんと角田典子クロールさん。愛する京都の香りに包まれたヨーロッパ生まれの酒。二つの文化が琴で溶け合います。